嫌いなんですよ。なのでまず行くっていうのが大事です。すごく相性がいいのかなと思っていて、本当予算ないですからね。地方だと、東京だと当たり前の紹介費が地方だったり出ないとか当たり前なので。はじめまして、株式会社アテナの吉田と申します。よろしくお願いします。はじめまして、株式会社アテナの三上と申します。本日はよろしくお願いいたします。株式会社リクルートセーバーの富田と申します。携帯電話のスマートフォンのアプリにバナー広告を配信するサービスを行っております。株式会社ドゥーファンの一戸と申します。今本社北海道でですね、ただフルリモートで全国でキャリアアドバイザーを抱えて、やってて、子会社でSES 派遣の事業も展開してます。よろしくお願いします。株式会社トリアドの若井と申します。よろしくお願いします。当社は SNS マーケティングの広告代理店をやっております。特にTikTok などのショート動画に特化をして事業を磨いてまいりました。本日はよろしくお願いします。エーステクノロジーの高田と申します。よろしくお願いします。弊社ではSES というエンジニアの派遣会社をやっているんですけれども、会社のブランディングですね、ファンマーケティングというところで各種 SNS の支援をさせていただいております。よろしくお願いします。株式会社クロネア代表取締役のバッツです。私の会社では女子大生を中心としたインフルエンサーのコミュニティの運営と SNS 運用、またイベントの企画などしています。よろしくお願いいたします。我々の事業に関しては人材派遣というところを17年前からですね、やらせていただいていて、採用丸投げくんという我々の方で4ヶ月前にリリースさせていただいた RPO サービスについてご説明できればなと。まず採用丸投げくんとは、採用準備から応募し対応まで複雑な業務を全てお任せいただける採用代行になっています。まずなぜ我々がこのビジネスに対して、サービスをローンチしたかっていうところなんですけども、一つ目が人材雇用。やっぱり人件費だけは今高騰してきている。一方でクライアント様から、いただけるその単価っていうものは変わっていない、変動していない。で、2つ目としては中間マージンの削減というところで、やはりクライアント様としても、そこに払っている費用があれば直雇用した方がいいよね、自分たちで集めた方がいいよね。で、3つ目としては人材派遣事業のマーケットが今後縮小していくのではないかというところで社内で考えておりまして、採用代行として、直雇用化っていうところをサポートしますよっていうサービスを作らせていただきました。で、我々のサービスで対応可能なプロセスみたいなものを、まず1つ目、情報収集から情報精査、掲載内容の決定、求人原稿の出稿、掲載開始、求人運用、応募対応、応募者対応、オプションを追加していただければ面接、採用可否連絡っていうところまで全て対応可能になっております。で、ここからが丸投げくんの4つのプロセスについてご説明できればなと思っております。まず1つ目としては、我々のこの採用代行の基軸になるものに関しては全てエアワークの採用管理というものを使わせていただいております。エアワークを使うことによってインディードプラスに連結できたりだとか、応募者対応が迅速にできたりだとか、我々としてはエアワークというところを全て活用して、この RPO サービスを展開しているような状況になっています。やはり採用をやっていく中で一番重要なプロセスにおいては、我々としては応募対応になっているのではないかなと思っています。今リリースしてどのぐらいで何社ぐらいやってるんですか？4ヶ月程度なんですが、今8社ぐらいです。どんな会社ですか？やっぱ派遣とか地方の飲食店が多いです。あとは新規で新しい店舗を立ちますので、一気に10人採用したり、5人採用したりみたいなニーズを我々に取りたいということです。大体8社で1社どんぐらい応募するんですか？そうですね、もう本当に我々としても無料媒体ではなくて、有料媒体にしっかりと誘導させていただいているんですけども、コストをしっかり割いている企業様であれば、30人、40人で100名近く応募が集まってくる企業様もあれば、一方で無料でやっていきたいという企業様に関しては1人、2人月間ですね。そうですよね。はい、そのような形になってしまう。はい。どのようにやっているかで申しますと、まずしっかりと応募者様が入ってきた段階で、もうすべて電話で即日対応でご連絡っていうものを入れさせていただいております。エアワークだけを使って、採用代行しますよっていうことではなく、様々既存の媒体を使われている企業様もあると思うので、そのような企業様に関しては、今の既存のサービスをそのまま我々として代行していく。しっかりと導入目的と施策の整理というところを毎月やらせていただきます。こちらが料金プランになっているんですが、基本的に初期費用というものは0円でやらせていただいております。ただ、条項というものがありまして、1年契約の場合に限り、0円の初期費用でやらせていただいております。で、基本プランに関しては 19,980 円。最初想定していたペルソナでいくと、やはり、飲食店、かつ地方にある飲食店ですね。で、張り紙をしているような企業様、あとは、スポットワークとかの最近人気なアプリとかを活用している企業様に関しては結構ニーズがあるのではないか。
っていうところで考えてはいたんですが、実際採用が絶対それでできるわけでもないし、そこに対してそれであればスポットワークを使った方がいいよねっていう思考になってしまう。そこにお金をかけるっていう、判断にならないというところがぶつかった壁かなと思っています。応募単価でどれぐらいですか？今想定しているのは1万5000円前後では応募単価が。そうです。考えてはいるんですが、ただそれでもリスティングは今2万4000円から2万8000円ぐらいで推移しているような。僕まさに地方北海道で、今札幌転職っていうサービスやってるんですけど、やっぱり地方の企業の採用支援してたりするんですけど、実際その使ってない媒体とかもあったので、逆にうちの会社がちょっとお願いできたらという感じでございます。よろしくお願いします。この辺の媒体でなんかあんま採用イメージがあんまないというか、山奥の店舗さんとかやっぱり集めるのは結構難易度高い。それであれば東京の都心の飲食店とか、そこにアプローチを今、したいなとは思ってるんですが、一方でそのインサイドセールスとして全くアポが取れない、しっかりと他の BPO で、ナレッジを積んだ人たちでも難易度が結構高い、コストを出すのがもったいないようなったりだとか、あとは、それも自社でやってますので、企業様はやっぱり多いので、情報に対して結構強い人たちがそこに対して我々のビジネスをアプローチさせに行くっていうのは結構ナンセンスなのではないかなっていうところで、東京は今避けている理由でもあったりはします。本当予算ないですからね、地方だと。やっぱ人材紹介でやってても東京だと当たり前の紹介費が、地方だったり出ないとか当たり前なので、逆に言うともう本当東京の会社で、割と広告採用予算があって、どっちかというとこういう媒体というよりかはビズリーズさんとか RDX さんとか AX さんとかスカウト媒体の RPO の方が割とニーズあるんじゃないかなとは最近思ってます。踏み込めないっていうところがあって、なぜなら我々がやってるのってやっぱり人材派遣の延長線上でやらせていただいているので、この紹介に関してもそのアルバイトの紹介であったりだとか、ただ一方でその転職市場の、仲介であったり紹介っていうところは一切手を触れてないというのは、そこに対して対応できる人材がいるのかどうかっていうところであったりだとか、あとはしっかりと自信を持って提供できるのかみたいなところで我々が自信を持っていけないところもあって、であれば我々が一番強いマーケットに攻めていくことがいいというところで今このサービスでそのペルソナリストに絞ってやらせていただいているような感じですね。例えば僕の会社で考えたときに、人事のリソースと比較したときに、むしろその応募者対応をお願いできたら、社員雇うよりも安いんじゃないかなと思ったんですね。でなので媒体をそれこそおっしゃられた通り、ウォンテッドリーとかも安いじゃないですか。ああいうところからでアップセルでビズリーチとか広げられたら一般企業も使いそうだったんで、やられたらいいのになという所感を得ましたと。ただ今お伺いできたので、飲食店とかそういうお得意とされている分野向けだということで言うと、当社で TikTok とか YouTube とかの企業の制作代行をさせていただいているので、その目的がいろいろある中で採用したいっていうお客様もいまして、誰がその応募に対して対応するんだっけっていうのは、よくあるといいますか課題なので、そこをぜひ抱き合わせで紹介させていただければありがたいなと思いました。1点目のところで申しますと、応募対応とかのニーズっていうのはやっぱり高いかなと思っていて、採用代行のところまで入ってしまうと提供できないんですが、応募者対応だけであれば切り取って BPO で対応することもできるので、我々としてもオプションを持つことができるのではないかなっていうのは今話していると思います。ハイレイヤーとかだとやっぱりやり取り一個一個で確かにってあるかもしれないですけど、契約社員スタートで未経験でも仕組みがあるからいいんだっていう会社も絶対あると思うので、そういうところ向けにまず始められるっていうのはいいんじゃないかなと、全然ありなんじゃないかなとは思いました。と僕らも自社サービスやってまして、コールセンターみたいに作りたい事業があるので BPO のところぜひご一緒いただきたいですね。ちなみに地方で進めていきたいんですかね。そうですね、本来の目的で言うと地方の方を攻めていきたいって感じですね。料金的には非常に安いなと思うので、採用をしている会社さんとそれこそアライアンス組んで、その人のオプションとして入れてもらうっていうのはありなのかなみたいな。採用代行の人の手を開けてあげるサービスプラスお金も入ってるけど裏では本社が動いてるっていう形になると非常に面白い形になるのかなっていうのは思いましたので、まさに今本当に直近お話が来ていたのが、広告代理店さんの RP を受注した企業さん
から採用代行のこの応募対応だけお願いできないのかみたいなところで再委託みたいなお話が来ていて、なんかそういうところにアプローチできればよりこのビジネスとしても広がっていくのではないかなというのは思います。そういうのの代理店というか募集とかってするつもりはあるんですか？していきたいなと思いますね。うちやってるのはそのいろんな会社が参加してもらっての、一応採用に困ってる会社さんっていうのをテーマにしているので、そういう意味で言うとうち登録今まだ80社90社ぐらいか、そういったところにこういったサービスあるよっていうのをなんか、うちとしても組ませてもらえるといいなっていうか、エンジニアが欲しいというのが側面であって、その辺でもうちもお願いしたいなっていうところはちょっとあって。